皆さん、こんにちは。ジェームズのティータイムへようこそ。私はイギリス人で、いつもイギリスの面白い文化や日常生活についてお話ししていますが、今回は少し真面目なテーマについて話してみたいと思います。実は最近、イギリスの社会問題について話してほしいというリクエストを結構いただいていて、そこで今回はイギリスの移民問題について私なりに深く掘り下げてみます。私は人を傷つけたくないし、普通は政治の話をあんまりしないんですけど、どちらかというと意図的に避ける人なんですね。でも、リクエストが多かったんですし、やっぱり問題があります。知らぬが仏と思い込んで見て見ぬふりをしながらどうしても避けるのもあんまり良くないと思うので、今日頑張って本音を言います。でも、かといって、この問題は非常に複雑で人々の感情に触れるデリケートな話題なので、伝え方が非常に大切だと思います。そのため、正解はこれだという押し付けがましい態度を取らず、私の個人的な意見を述べる前に、まずはなるべく偏見なしの事実や現在のイギリスが置かれている状況について詳しくお伝えしたいと思います。そして最後に自分の意見や感想を打ち明けます。まず、どれぐらいの人がイギリスに来ているのかというお話ですね。準移民数というのは、入国者数から出国者数を引いた数で、イギリスの移住全体の規模を測る際によく使われる指標です。イギリスに来る人の多くが永住するわけではないため、この指標は移住が人口増加にどの程度影響しているのかを理解するのに役立ちます。イギリスに流入する移民の数は近年急速に増加してきました。特に2023年には準移住者数が90万6千人という過去最高の水準に達しました。これは和歌山県ぐらいの人口に匹敵する数字です。それで本当に驚くべき数字だと思います。ただ、国立統計局の推計によると、2024年には43万1000人まで下がりました。2023年のピークと比べると約半分にまで減ったということになります。しかし、それでもコロナ禍の前の1年に20万人から30万人という水準に比べれば、まだかなり多いことがわかると思います。この移民は大きく合法と非合法に分けられます。合法移民はビザを取得してイギリスに来る人たちです。例えば、高度なスキルが必要な仕事に就くために来る人、イギリスの大学で学ぶために来る人、あるいはイギリスの配偶者や家族として来る人たちです。では、非合法移民。これが現在大きな問題になっています。特に小型ボートでドーバー海峡を渡ってくる人々です。イギリスは日本と同じ島国ではあるんですけど、大陸からの距離が違います。泳ぐのが上手な人だったら、実は泳げるぐらいの距離です。それで、こういう小型ボートで来る人がいて、2023年には約3万人がこのルートでイギリスに不法入国したという見積もりがあります。ただし、不法移民なので、この統計は100%正確とは言えません。まず、一つの問題は、イギリス政府が合法移民の数の統計を出していません。非合法移民は知らないことが多くて、数えられていない人が多いため、2024年の準移民数の43万1000人のほとんどが合法移民と推測できます。しかし、正確にはわかりません。合法移民の数が多すぎるという人も多いんですけど、世論的にイギリスではどちらかというと非合法移民が問題とされていると思います。そのため、非合法移民についてもう少し詳しく話す必要があると思います。なぜわざわざ危険を冒してまで島国であるイギリスに来るのかと疑問に思うかもしれません。非合法移民の多くはフランスなど大陸続きのヨーロッパの国を経由してきます。ほとんどのヨーロッパの国も先進国だし、なぜ
そこで良くないのかと多くのイギリス人も疑問に思っています。しかし、イギリスには英語が話せるという大きな魅力があります。多くはイギリスに親戚がいたり、すでにコミュニケーション形成されていたりするため、言葉の壁がまだ高いが、他の国に比べたら低くて仕事が見つけやすいと考えているかもしれません。また、イギリスが国際的に比較的寛容な国。簡単に言うと、移民のルールが緩い国というイメージがあるみたいです。そして、フランスの密入国斡旋組織というのがありまして、それらの組織がイギリスならもっといい暮らしができるよという宣伝をしているらしいです。これも大きな要因になっています。難民の多くは情報源が非常に限られているので、こういう宣伝を信じてしまう人が多いでしょう。どこから来たかわからない人がもちろん多いんですけど、非合法移民の多くはアフガニスタン、イラン、イラク、シリア、アルバニア、エリトリアから来ていて、それらの国の人は小型ボートの人の70%を占めていると言われています。紛争や貧困から逃れてきた人々が多いでしょう。ただ、小型ボートに乗ってイギリスに不法移民する人のほとんどが若い男性であるという批判もあります。統計はありませんが、小型ボートの写真を見ると確かにその印象を受けます。しかし2024年に小型ボートでドーバー海峡を渡ろうとして死亡が確認された人は2024年だけで73人もいます。彼らは文字通り命がけでイギリスに来ようとしているわけですね。では、非合法移民はイギリスに来たらどうなるのか。非合法移民が例えば小型ボートでイギリスに到着すると、彼らはまず国境警備隊や警察に拘束されます。これは逮捕ではなくて入国管理法に基づく拘束です。その後、入国管理センターに移送されます。そこで身元確認、健康チェック、そしてなぜイギリスに来たのかという最初の面談が行われます。その後、多くは難民ですよという亡命申請、英語では Asylum Claim と言いますが、その手続きに入ります。出身国に戻れば迫害される危険があるということを証明し、イギリスでの保護を求める人が多いです。この亡命申請の審査は非常に時間がかかります。数ヶ月から場合によっては数年に及ぶことも珍しくありません。では、そんなに長ければ、この審査期間中、彼らはどこで生活するのでしょうか。亡命申請者は審査期間中、住居、食事、そして少額の手当が政府によって提供されます。以前は政府所有の入国管理センターや移民専用の宿泊施設で収容されていました。しかし近年、非合法移民の数が急増したため、これらの施設だけでは対応しきれなくなりました。そこで政府は臨時の宿泊施設として一般のホテルを借り上げて亡命申請者の宿泊場所として提供し始めました。ピーク時にはイギリス全土で約500のホテルが使われ、ホテルに約5万人の亡命申請者が滞在していると報じられました。では、なぜ多くのイギリス人がこれに怒りを感じているのでしょうか。言われなくてもいろいろ想像がつくかもしれませんが、理由がたくさんあります。人権を侵さないように、審査期間中の難民かもしれない非合法移民の待遇が実は結構良くて、仕事をしていないのに、というのはビザを持っていないのでできないんですけど、住居、食事、そして少額の手当を全部タダでイギリス政府からもらいます。でももちろん本当はタダじゃなくて、イギリス国民の税でそれを払っています。それは怒る人が出てきますよね。また、一部のコミュニティでは、地域にあるホテルが移民専用になってしまい、
観光客が利用できなくなることや、地元住民との摩擦が起きることもあります。地元のホテルが非合法移民のための宿泊場所になってしまい、観光客が来なくなったら悲しいことですよね。さらに言うと、非合法移民だけじゃなくても、移民によって人口が増えると、社会インフラへの負担が大きくなります。インフラを良くしてもいいということなんですけど、現状、イギリスの社会インフラは人口増加に追いついていません。なのに、政府はたくさんの移民を受け入れ続ける。これは怒りの大きな原因でしょう。具体的に、医療。イギリスには国民全員が無料で医療を受けられる NHS という素晴らしくて、みんなが好きなシステムがあるんですけど、移民の増加により、すでに人手不足で長蛇の列ができているサービスがさらに逼迫しています。住宅。イギリスではもともと住宅不足が深刻な問題です。家の価格がどんどん上がっていて、普通の人にとって買えないんです。そこに移民が増えることで、家が必要な人が増えるので、住宅価格がさらに高騰し、もうさらに買えないんですよね。そして、賃貸の家を見つけるのも困難になっていると聞きます。学校、地域の学校に突然大量の生徒が編入してくることも考えられます。先生も生徒も言葉や文化の違いに戸惑うこともあるでしょう。ただし、反対にイギリスの社会インフラの多くは、特に医療は合法移民によって支えられているというのも事実です。だからこの問題が非常に複雑であり、様々な意見があります。社会インフラの負担の他にも懸念点があります。一つはイギリスのもともとあった文化が薄くなっていくのではないかということです。これに関してはかなり主観的で文化の話なので、曖昧でもちろん統計がありません。でもこういった問題が特に低所得者層の間で自分たちの生活が脅かされているという不満につながっていて、移民反対の人が増えていると言えると思います。その証拠に移民に強く反対のリフォーム等の支持が拡大していることがあります。他にもあるかもしれませんが、移民に関する一番大きな問題は全部伝えたかと思います。では、私のスタンスはどうなっているでしょうか？これから話す内容は全部私の個人的な意見に過ぎません。合法移民と非合法移民を分かるのが非常に大事だと思います。そしてまずは合法移民については私は不満がそれほどありません。理由はイギリスに合法的に移民するための条件がもう相当厳しいからです。例えば、最も一般的な Skilled Worker Visa 技能労働者ビザの条件を見てみましょう。まず、スポンサーとなる雇用主がいること、適切な職種であること、例えば、医師、エンジニア、IT 専門家など、最低給与要件を満たしていること。これは2024年4月に大幅に引き上げられ、原則として年収38,700ポンド、約750万円以上であること。英語力が CEFR という基準で B1 レベル以上であることの証明。これは Skilled Worker Visa の条件なんですけど、イギリスに合法的に移民するのが簡単ではないことがわかると思います。そのため私はこのような大変な条件を満たして大変な手続きを経てイギリスに移住してきた人に関してはほとんどがイギリス社会へのプラスになっていると思うので、不満や文句などがあんまりないんです。イギリスは日本も含めて他の先進国のほとんどと同じように人手不足の産業が多いんです。そのため、イギリス社会に溶け込んで、そういう産業で働いてくれる合法移民に感謝しています。非常にありがたくて、私は歓迎します。しかし、問題が全くないというのも少し言い難いんですね。特にコロナ禍の後の数が多すぎるのではないかというのは思ったりします。
コロナ禍の前の数字に戻るといいかなと私は思います。非合法移民については不満がないというのはやっぱり言えないんですね。でも問題は複雑です。イギリスに非合法的に移住する人の多くは難民であり、戦争、迫害、貧困から逃れてきて、イギリスに命がけに来ています。かわいそうだと思います。それは分かっているんですが、そしてこれを言ったら冷たい人だと言われるかもしれませんが、だからといって、なぜそのような人を助けるのがイギリスの納税者の責任なのかというのは疑問に思ってしまったりします。その質問に対しての反論として、大英帝国は歴史において多くの罪を犯してきたので、現代その罪を償うべきだ。難民や他の国の人を助けるべきだ。あるいは大英帝国のカルマですよ。というようなことをよく聞きます。まあ、多くの罪を犯してきたのは事実だと思いますが、大英帝国は罪ばかりだったというわけではないんです。歴史は白黒じゃないし、大英帝国でもいいこともしてたはずです。でも、私にとって大事なのは、それじゃないんです。罪は受け継がれるものですか？私も両親も友達みんなも大英帝国の時代に生まれていないんです。ちっちゃい島国イギリスの時代に生まれています。祖先や国籍以外、大英帝国の罪と無関係です。祖父が殺人を起こしたら、まだ生まれてもいないあなたは刑務所に行くべきですか？同じ論法でいけばそうなりますよね。私はそうじゃないと思うので、今のイギリスの納税者には責任がなくて、物価高が続いていて生活が苦しくなっている中で、無理してまで難民を助けるのはどうかなと思います。でも、かといって難民に何も助けなくてもいいと思っているわけでもありません。数が問題だと思います。そもそも亡命申請者がホテルに滞在するようになったのは、政府所有の入国管理センターや移民専用の宿泊施設がいっぱいになっているからです。多すぎるってことだと思います。政府所有の入国管理センターや移民専用の宿泊施設がいっぱいになったら、もう受け入れない方がいいのではないかと思います。あるいは亡命申請の審査にかかる時間が長すぎるかもしれません。そんなに簡単な問題ではないのはわかりますが、政府はこの審査の遅れを解消するために、より迅速な審査プロセスを導入すべきだと思います。あと、おそらく政府の移民管理の制度に問題があると思います。この動画のためにいろんな統計を調べていましたが、ビザ超過滞在者の数や、以前は不法滞在だった移民が合法的なビザを得た件数についての統計は発表されていません。そして、ビザ超過滞在者の数に関しては、政府は正確な数字を全く把握できていません。と書かれていました。それを読んで正直どういうことと思いました。まあ、観光客の滞在期間のデータとかは取っていないんでしょうね。管理するために取らなければならないデータが多すぎて無理があるかもしれませんが、どうかな。管理の問題もきっとあると思います。皆さん、今回はいつもと違う少し重いテーマで最後までお付き合いいただきありがとうございました。このイギリスの移民問題について私は賛成か反対かという単純な二択で答えを出すことはできません。なぜならこの問題は決して白黒で割り切れるものではなく、様々な人々の感情や複雑な社会問題が絡み合っている
からです。この動画の冒頭でできるだけ客観的な事実に基づいてお話ししたつもりなんですが、それでも私の個人的な視点や偏見が少し出てしまったかもしれません。それでも今回お伝えした情報が皆さん自身がこの問題について考えるきっかけになり、自分の意見の形成する手助けになればとても嬉しいです。イギリスと比べて徐々にではありますが、日本でもこれから移民が増えていくでしょう。それで移民問題と無縁ではないでしょう。日本の社会問題を考えるとき、この動画が少しでも役に立つと嬉しいです。この動画はイギリスの移民問題についての動画なので、移民の悪い面の方を言っていたかもしれませんが、移民はもちろん悪いことばかりではなく、合法移民にはメリットがたくさんあると思います。人手不足の解消、国際交流によるイノベーション、高度なスキルを持つ人材の獲得など、それを忘れないのも大事だと思います。皆さんの意見も気になりますので、この動画を見て思ったことなどをぜひ教えてください。人を傷つけるような誹謗中傷になる発言をなるべく避けていただければと思いますが、ぜひコメント欄で教えてください。役に立つ内容でしたら、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。そして他の動画もぜひ見てみてください。それではまた次のティータイムで。バイバーイ。